ということで、前編ではいつもの峠道を走ってこのホンダ XL750 トランザルプの基本的な乗り味を確認してみました。で、今回お送りする後編では高速道路でちょっと移動してダートを走り、そしてまた高速道路に戻ってきて、このモデルのライディングポジション、高速巡航性能、装備品、そして良かった点、ちょっと気になった点などのまとめをコメントしていきたいと思います。それではいつもの林道を走ってみたいと思います。実はいつもこの林道苦手だと言っていたんですが、今回はここの林道を走るのがちょっと楽しみです。なぜかというと、発表試乗会の時にこのトランザルプに搭載されているグラベルモードは他とちょっと違うよというコメントをしたかと思います。まずはスイッチを入れてみましょうか。はい、で今スタンダードモードなんですが、グラベルに変更します。でパラメータを見てみると、エンジンパワーが4段階のうちの2で、エンジンブレーキが3段階のうち3と、最もバックトルクが強いんでしょうね。でトラクションコントロールが5段階のうち4、そして ABS が介入度が高めと低めがあって、低めでオフロードとなってますから、オフロード用の ABS なのではないかと思います。でこのグラベルモードですが、通常のグラベルモードというのは、例えばリアタイヤのスリップをある程度許容するということが多いんですが、このトランザルプのグラベルモードはリアタイヤをグリップさせて前に進むためのグラベルモードということで、私向きのグラベルモード、私も林道はあまりうまくないんですが入るのは好きで、その時にね、こういったグラベルモードがあればなと思ってたんですが、このグラベルモードがまさにそれという感じで、まずどれぐらい走りやすいのか試してみたいと思います。はい、それじゃあ毎度のことですが、後方車なんで絶対倒すわけにはいかないんで、かなりの緊張感がありますが行ってみたいと思います。ここが一番荒れてるんですが、トラクションコントロールのインジケーターが盛んについてますね。確かに駆動を加えているそのリアタイヤのスリップ率は低いような気がします。270度クランクのエンジンなんでトラクション感覚が強いと思いますが、それをさらに滑りにくくしてリアタイヤに駆動力を伝えながら進んでいるという感触はあります。わかりますかね。スロットル一定なんですけども、バイクの方である程度駆動力をコントロールして滑りそうになると、今スロットル回路一定なんですけど、これバイクの方がコントロールしてくれてるんですよね。確かにこのグラベルモード走りやすいかもしれない。あと峠道でコメントした通り、今回試乗している個体もメッツラーのカルーストリートというタイヤを履いているので、やはりこういった荒れた路面をよく蹴ってくれる、かいてくれる、そんな気がします。ここはわだちが蛇行していて難しいところなんですが、先ほど言ったようなエンジンのキャラクターになっているので、かなりエンストしづらい、粘ってくれるんで、これも走りやすさにつながっていると思います。お、鹿がいましたね。
この間から鹿に遭遇する率が高いですね。崖の上にいる鹿に気づくほど余裕があるということでしょうか。いや、走りやすいな。このトラクションコントロールのインジケーターの点滅に合わせてスロットル回路一定なんですけど、バイクの方がエンジンの吹き上がりをコントロールしてくれている。ですのでライダーはあまりエンストなどを気にせずにスロットルに集中できる、そんな感じの走りやすさでした。あっという間に難所を登り切りました。スタンディングはどうでしょうか。スタンディングやりやすいですね。私は身長179センチですが、この私がスタンディングやりやすいということは、おそらく多くの方がこのモデルでスタンディングやりやすいと感じるのではないでしょうか。もっと小柄な方でもこのハンドルバーの高さであれば適合すると思います。あとこのモデルはやはりこのサイズ感がいいと感じます。昨今のアドベンチャーバイクはどうしても豪華装備、高性能化が進んでいて、その関係もあって大柄なモデルが増えてきていますが、このモデルは比較的装備品に関してはシンプルである代わりに、この車体全体のサイズ感が本当にちょうどいいと思います。ホンダでいうとアフリカツインがありますが、あれだと多分何をするにしても大きすぎると感じる方も結構いるのではないかと思いますが、このトランザルプは本当にこういった林道に入ってちょっと遊ぶにしてもジャストサイズ。先日 ADV160 で走った時もコメントしましたが、こういった荒れた道ではやはり車体のサイズ感、コンパクトさというのはかなり大きな武器になると私は思っていて、そういう意味では、もちろんこのモデルはそんなに小さくはありませんけれども、高速巡航など優れた性能を持つアドベンチャーモデルとしては本当にちょうどいいサイズ感ではないかと思います。ただ前後の足回りに関してはオンロードではよくできた足回りだと私は感じましたが、やはりこういった林道に持ち込むともう少し前後ともにサスペンションは柔らかくしたいなと感じます。ただこれは先ほども言った通り、このモデルはアドベンチャーモデルなので、高速道路、峠道などを含むオンロードとの兼ね合いを考えなくてはいけないので、これぐらいになっているのではないかと思います。そういうことも考慮すると、この足回りもまずまずではないかと思います。この林道は路面が土と砂利、石の半々ぐらいの路面で、こういったフラットなエリアでも結構油断できないのですが、先ほどからグラベルモードのトラクションコントロールのインジケーターがかなり派手についていることからも分かる通り、こういったね、一見フラットというか簡単そうな場所でもちゃんとトラクションコントロールがバイクをうまく制御してくれているといった感じです。今ちょっと大きめに開けたのですが、やはりああいったシーンでもバイクの方が出力をコントロールしてくれているという感じなので、こうして走っていてもライダーに転倒リスクは相応に低いだろうなという感触が伝わってきます。ブレーキはどうでしょうか。先ほども言った通り、こういった林道でフロントブレーキをかけた場合は、やはり私はもう少しフロントフォーク柔らかい方が好みです。その代わりリアは使いやすいですね。ですのでこのモデルの場合はややオンロード向きのフロントブレーキですが、扱いやすいリアブレーキがそれをかなりカバーしてくれているといった感じです。あとこのモデルは安定性が高い、車体の重心も低めかなという気がします。このモデルのエンジンはユニカムバルブトレイン
つまり吸気バルブはカムシャフトの直押し、排気バルブはロッカーアームを介して駆動している、そういった構造なのでカムシャフトが1本だけ、これによってエンジンのヘッド周りが軽く作れる、部品点数が削減できる、そういったメリットがあるわけですが、当然カムシャフト1本、そしてそれにまつわるパーツが少なくなっているので、エンジン単体での重心が低く、それがこの走りやすさに貢献しているのではないかと思います。実際に走ってみましたけども、グラベルモード本当に良かったです。無事に林道走行を終えて高速道路に戻ってきました。やはりフロント21インチホイールを持つアドベンチャーバイクというのは、林道における走破性はより小径のホイールを持つバイクたちと比べると別世界だなと感じます。通常であればここからライディングポジションなどのコメントをするのですが、この先渋滞が始まっているという表示が出ていたので、高速巡航性能からコメントしていきたいと思います。今私はスポーツモードで6速で走っています。でこの状態でまずはですね、右手を開け閉めしてみたいと思います。このバイクというのは結構賑やかなところがあって、今もですねこうスロットルを大きく開けると、峠道でコメントした通り、ライダーが車体をホールドしているくるぶしのあたりにはドロドロとした感触が豊かに伝わってくるのですが、その一方でハンドルバーにはやはり180度クランクを持つ並列2気筒エンジンを高回転域まで回したような、ちょっとピリピリとくるような細かいピッチの振動が伝わってきています。このバイクの場合はロングツーリングなどに連れ出した時、バイクを降りて休憩するような時はもしかしたら若干手にしびれるような感触が残るかもしれません。それでは今スポーツモードだったのですが、走行モードを変更してみます。今スタンダード、スポーツモードは確かに元気が良いのですが、スタンダードモードと私はそれほど大きな違いはないかなと感じています。このモデルは7000回転を超える高回転域でのパンチも魅力の一つだと書いてあったので、もしかしたらスタンダードモードとスポーツモードの違いというのはそういった回転域で顕著になるのかもしれません。次レインモード。レインモードはさすがに相当穏やかになったなという感じ。これぐらいスロットルレスポンスがソフトになれば、雨の時だけではなくライダーの疲労軽減という意味でも役に立つかもしれません。で今グラベル、これはオンロードで使うモードではありませんが、林道であまり高回転域まで回したわけではないので、このように違いを感じ取ってみると、グラベルは結構下の方の回転域から力強さがあるなという感じがします。このモデルは先ほども言った通り、7000回転を超えてからの吹け上がり、パンチのある吹け上がりが魅力ということなんですが、渋滞が始まらないうちに早めに試してみたいと思います。今3速まで落としました。3速でも7000回転以上は十分に味わえないので、あえて2速に落とします。今回転数は8000回転ぐらいなんですが、これはもしかしたら試乗会の時にコメントしたかもしれません。これぐらいの回転域となると、先ほどコメントしたグリップに伝わってくる細かい振動というのはかなり収束するといった感じ。この辺りは本当に面白いですね。またトップギアに戻してきました。確かに7000回転以上のパンチのある高回転域も魅力ではありますが、私としてはやはり高速道路ではトップギアに入れてエンジンの回転数低めの領域からこのようにパカッと開けると、こんな感じでドロドロドロっと猛然と加速するという、
なんというかちょっとクルーザーチックな乗り方ができるようで、この乗り方が私は一番楽しいような気がします。それでは車線変更してみます。フロント21インチホイールのバイクで車線変更すると、やはりこういった高速道路の巡行においてもぐらーんと隣の車線に移るというような感じになることが多いのですが、このバイクはサスペンションや車体の設定、あとタイヤも関係しているかもしれませんが、その辺りがうまく抑え込まれているといった感じ。峠道の繰り返しとなりますが、こういったハンドリングであれば、よほどスポーティーなバイクばかり乗ってきたというライダー以外は何の違和感もなくこのバイクに乗り換えることもできるのではないかと思います。次に高速道路における前後の足回りですが、先ほど林道を走っているときはさすがにもうちょっと前後ともにサスペンションのストローク感が欲しい、もうちょっとソフトに動いてほしいとコメントしましたが、高速道路における巡行に関してはもうドンピシャといった感じです。このようなバイクで、しかもフロント21インチホイールを持っているので、前後ともにサスペンションがふわふわと、時として無駄に動いてしまうというような感じをイメージする方も多いかもしれませんが、このモデルに関してはそういった傾向というのはほとんどありません。前後のサスペンションは基本的にはしなやかなんですが、程よくダンパーによって締め上げられているといった感じで、いつまでもふわふわと動いて動きが収束しないといったバイクたちとは乗り味は別世界だと思います。いよいよ交通が詰まってきたようなので、ライディングポジションについてコメントしていきたいと思います。何も意識せずにこのバイクにまたがると、シートの前端部というかタンクの後端部付近にライダーは着座するという感じになるのではないかと思います。この状態でのハンドルバーグリップの高さは私は自然でとてもよくできていると思います。私の場合、欲を言えばハンドルも1、2本分高くてもいいんですけれども、こういったオンロードにおける自然なライディングポジションとの兼ね合いを考えると、おそらくこのハンドルバーの幅、高さはベストなのではないかと思います。またこのハンドルバーはよく見るとトップブリッジからライザーによってかなり持ち上げられているのですが、林道走行をしている時も剛性感があって、このハンドル周りは非常に良いなと感じました。次にライダーの足元ですが、今私は左右のステップから前とか後ろではなく真上に足を上げているのですが、どれぐらいですかね、7、8センチは楽に上がっているのではないかと思うので、ライダーの足元、膝周りはかなりゆったりしていると言えると思います。足をつくときにはちょうどライダーのふくらはぎの後ろにステップが来るようになるので、このステップの位置は足つき性の邪魔にはあまりならないのではないかと感じました。長時間じっくり乗ってみて意外だったのですが、先ほど言った私の着座位置だとちょっと落ち着きどころがないかなという気もしています。多分座らないとなかなか実感できないんじゃないかと思いますが、今私が腰掛けている部分はシートが少し前下がりというか落ちくぼんでるというか、そういった座り心地で、一箇所にずっと座っているともしかしたら若干お尻が痛くなるようなこともあるかもしれません。このシートは前後に着座位置の自由度もあるんで、ちょっと今度後ろにずらしてみると、ライダーズシートの後ろの方はこの前と違って少し盛り上がっています。ですので後ろの方の着座面から前の方に座り直すと分かるんですが、一段低くなっているような感触があり、これもあり足つき性が良いということも言えるのかもしれませんが、シートの座り心地としては若干先ほど言ったような傾向があるということはお伝えしておきたいと思います。いよいよ前方の渋滞が見えてきましたね。これで時間も取れるんでゆっくりコメントしていきたいと思いますが、次に装備品について。まずですね、このフロントのウィンドウスクリーン、残念ながらもう速度が落ちてしまいましたが、ヘルメットのシールドぐらいまでは走行風を跳ね上げてくれているという印象でしたので、上下方向のウィンドウプロテクションはそこそこ優秀と言えるのではないかと思います。見た目通り幅はあまりないので、肩口には先ほどもかなり走行風が当たっていたという感じですので、
横方向のウィンドプロテクションは標準的といった感じではないでしょうか。実はこのバイクは結構アドベンチャーモデルではありますが、装備品はほぼほぼオプションとなっている。このバイク自体は結構スノーバイクということが言えるのではないかと思います。ここから渋滞10キロということで、降りようかこのまま乗っていようかちょっと迷うところですね。今高速道路を降りようか降りまいかということでコメントして思い出しましたが、 ETC は標準装備となっています。この点は良いのではないかと感じます。もうそろそろ試乗も終わりなのでまとめに入りたいと思います。今日一日試乗してこのモデルのいいところは、例えばエンジンだとか足回りとかそういう単品ではなく、この全体的なサイズ感とエンジンの程よい出力トルク、そういったものがとてもバランスが取れている。それがこのモデルの最も良いところなのではないかと感じました。その一方でこのモデルのちょっと気になるところは、先ほどコメントした通りアドベンチャーモデルとして考えた場合、その標準装備がちょっと少ないというか手薄かなという気がしています。これは先ほどの繰り返しともなりますが、このモデルであればスタイリング的に言ってもせめてナックルガード、そして欲を言えばセンタースタンドぐらいは標準装備でも良かったのではないかと思います。あと前後のサスペンションに関しても先ほどの裏返しですね。おそらくホンダとしては相当自信があってサスペンションのダンパーの調整機構は採用しなかったのではないかと思いますが、これぐらいのバイクともなれば相当マニアックな林道もガンガン行くよという人が乗る可能性も高いので、なくても構わないんですが、個人的にはフロントリアの伸び側だけでもいいのでダンパー調節ができれば、よりそういったマニアックなライダーも満足度が高かったのではないかと思います。あとこれは余談となりますが、今日撮影前に出発するときにガソリンを満タンにしてもうすでに230キロ以上走っていますが、なんと燃料系のバーを見ますと、この燃料系満タン状態は、6本ですかね、6本のバーで表示されているのですが、そのうちまだ2本が消灯しただけという状態です。ここから先この燃料系のバーの消灯のペースは早まっていくことが予想されますが、それでも230キロ走って燃料系のバーが6本のうち2本しか消灯していないというのはなかなか優秀というか、航続距離も相当伸びるのではないかと思います。ちなみに今日トータルの燃費は表示を見ますと 27.2 キロということになっています。今日結構エンジン回したんですけれども、それでも27キロ以上走っているので、経済性もまずまず優秀なのではないかと思います。ホンダのより大型のアドベンチャーバイクとなるとアフリカツインがありますが、さすがにあのサイズともなると気合が入ったツーリングなどでは良いのですが、日々ちょっとしたタイミングでバイクに乗ろうと思った時には億劫になるかもしれない。それに対してこのトランザルプは決して小さくはありませんけれども、それと比べれば相当小回りが利く、何かにつけて引っ張り出しやすいという存在でもあると思います。またこのサイズであれば知らない林道に足を踏み入れてみようかという気にもなり、今日もですね撮影で林道で何回か折り返したわけですけれども、そういった時も車体が小さいんで意外と小回りが利くんですよね。そういったさまざまなシーンにおいて何かと使いやすいサイズでありながら、エンジンの性能的には何ら不足もなく、どこか突出しているというわけではないんですけれども、全体のバランスがとてもうまくまとめられている、それこそがこのモデル最大の魅力なのではないかと感じました。はい、ということで一般道の上で締めるのも珍しいですけれども、今日は一日じっくりと時間をとって XL750 トランザルプに試乗しました。それでは今回試乗したホンダ XL750 トランザルプの外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2325mm、全幅は 840mm、全高は 1450mm、ホイールベースは 1560mm、最低地上高は 210mm、シート高は 850mm、車両重量は 208kg、タイヤサイズはフロントが909021インチ、
リアが1507018インチ。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ SOHC 直列2気筒。ボアストロークは 87mm×63.5mm で総排気量は 754cc。圧縮比は11で最高出力は91馬力9500回転、最大トルクは75ニュートンメーター7250回転となっています。給排気バルブの駆動にはホンダ独自のユニカムバルブトレインを採用。スポーツ、スタンダード、レイン、グラベル、ユーザーと5つの走行モードを搭載しています。またクランクの位相は270度です。アシスト&スリッパークラッチを内蔵し、トランスミッションは常時噛み合い式6段リターンとなっています。また今回の試乗車にはオプションのクイックシフターが装着されていました。エキゾーストパイプ、サイレンサーの外観はご覧の通りとなっています。車体にはスチール製のダイヤモンドフレームを採用。エンジンを車体の強度メンバーとして活用しています。フロントフォークは昭和製の倒立タイプのテレスコピックフロントフォーク。インナーチューブ径は 43mm で 200mm のストロークを確保しています。リアサスペンションはプロリンク式で比較的シンプルなショックアブソーバーとアルミ製ロングスイングアームの組み合わせとなっています。またこちらのアクスルトラベルは 190mm を確保しています。フロントブレーキは日清製片押しタイプピンスライド方式の2ポッドキャリパーと 310mm 系のウェーブ形状のローターを持つダブルディスクブレーキとなっています。リアも同じく日清製の片押しタイプピンスライド方式の1ポッドキャリパーとウェーブ形状の 256mm 系ローターを持つシングルディスクブレーキとなっています。前後ともにスポークホイールを採用しており、タイヤは今回の試乗車ではメッツラーのカルーストリートを装着していました。ハンドル周りのデザインはご覧の通りとなっています。メーターパネルは TFT のカラー液晶で各走行モードの詳細なパラメーターを表示するほか多彩な表示機能を持っています。またメニューの深い階層に入ることによりメーターパネルのデザイン変更にも対応しています。ハンドルバーはテーパー形状でトップブリッジからライザーによってやや高い位置に据えられています。走行モードの切り替えや多彩な機能を操作するため左側スイッチボックスはホンダの多機能なタイプを採用。またこのモデルは電子制御スロットルを採用しています。ブレーキレバー側には角度調節のアジャスターダイヤルがありますがクラッチレバー側は省略されています。左右のステップ、ペダル形状はご覧の通りです。燃料タンクはニーグリップやスタンディングを考慮した形状となっており容量は16リットルです。大型の前後一体式シートを採用しており強固な金属製キャリアは標準装備です。シートの下には ETC2.0 車載機や車載工具が格納されておりスペースはほとんど残されていません。 ETC2.0 車載機は標準装備となっています。ロングツーリングに対応するため比較的大型のウィンドスクリーンを採用しています。透過器類はすべて LED を採用しています。